ご視聴ありがとうございます。こちらの動画は、激化国星の解説動画になります。生異物や武器はどれを選んだ方がいいのか、また、どういうパーティーを組んだらいいのか、悩んでいる人に向けて動画を制作しました。動画を最後まで見ると、一番強い生異物や武器、ステータスの伸ばし方、相性の良いキャラがわかります。動画の構成は、今お見せしている資料の通りです。また、概要欄に目次があります。そこから見たいところに飛ぶことができますので、ぜひご活用ください。本題に入る前に、あと一つお伝えしたいことがございます。前半の解説には、YouTube の字幕機能がついています。私の声が聞き取りづらい場合は、こちらも合わせてご活用ください。では、早速生異物の火力期待値を比較していきます。比較表をお見せする前に、今回計算で使用した国星のステータスと計算方法を紹介します。国星は無凸、レベル90。添付、オール10です。武器はキリギリ、精錬ランク1です。敵のレベルは90、雷耐性は10です。国星のステータスは資料の通りです。生異物スコア200相当のステータスに設定しました。数値が全体的に高めに出ますので、あくまで参考程度に見ていただけると幸いです。続いて、計算方法をご紹介します。算出するダメージは、銃撃ループ4回、元素スキル1回、元素爆発1回の合計ダメージの火力期待値とします。ただ、雷怒り4だけは、元素スキルのクールタイム短縮の関係上、攻撃回数の内訳を変えて計算してます。これから、この攻撃回数を、動画内では、1コンボと呼ぶこととします。超撃火の回数は、11回、雷怒り4の時だけ、12回になります。詳細な内訳は、資料の方をご覧ください。それでは大変お待たせしました。こちらが、生異物の火力期待値比較表になります。上に行くほど、高いダメージを出せる生異物です。それでは、この表について簡単に解説していきます。1番、ダメージが高いのは金メッキ4です。生異物効果で元素熟知をたくさん盛れるからです。また、2つあるのは、パーティーの構成によって生異物効果が変わるからです。そして、次にダメージが高いのは、雷打ち4になります。激化パーティーでは、雷元素と草元素の元素付着が共存するので、雷打ちの効果が発動しやすいです。激化パーティーと相性抜群ですね。4番目に火力が出るのは、雷怒りに、楽団になりますね。超撃火は、バフと熟知を盛ることが大切なので、その2つのステータスをカバーしている、雷怒りに、楽団には、火力が出せるんだと分析しています。次は、雷怒り4セットです。元素スキルが1回増えた状態で計算してるので、国星が1凸していると、もう少し火力期待値が高くなります。続いて、雷怒りに、剣闘士に、熟知が漏れてないので、下位にいます。最下位は、しめ縄に、剣闘士に、熟知もバフも漏れてないからです。と言っても、1位の金メッキと、最下位のしめ縄剣闘士の差はそこまでありません。続いてこちらは、熟知を100上げた状態の比較表になります。変わった点は、雷打ちが1位になったことです。これは、熟知を100持ったことにより、熟知とバフを両方確保できている、雷打ちが最強になったからです。また、雷怒りのダメージの伸びが、熟知を上げたことにより上がりました。熟知アップの恩恵を受けやすい生異物効果だからです。あとはさほど変わりませんでした。生異物比較、最後の表になります。雷バフを 40% 上げてみました。結果としては、熟知とバフを両方漏れている金メッキ4の独走状態になりました。しめ縄に、剣闘士にとの差が広がりましたね。また、ここからさらに熟知を200上げると、金メッキとしめ縄剣闘士の差はかなり縮まりました。このことからわかるように、バフと熟知を両方盛る大切さがわかります。それでは、一旦ここでまとめてみましょう。激化国星の登場により、既存のビルドでは候補に入らなかった金メッキ4、雷怒り4、雷怒り2、楽団2が新たな選択肢に入りました。また、各生異物の火力差は誤差範囲です。これは、熟知とバフを両方盛れば盛るほど、差が縮まります。
続いて、おすすめの育成方針をご紹介します。しめ縄剣闘士でも、もう厳選が終わっている人は、無理して移行する必要はありません。パーティーによる補助でどうにかできます。対して、これから国生を育成する人は、激化ビルドを個人的に推奨したいので、雷怒りや金メッキを厳選することをお勧めします。ただ、4セットを揃えるのは難易度が高いと思うので、最初は雷怒りに、楽団にもありです。最後にちょっと、補足です。星4の黒剣や、田中剣でも同じように計算してみましたが、各生物の火力順は変わりませんでした。また、こちらは、金メッキや雷怒りは、激化パーティーでしか火力伸びないよって話になります。続いて、塔が変わりまして、武器の火力期待値比較になります。生物は、雷打ちで固定し、キリギリ、バンダン、田中、鉄砲、黒剣の5つの武器で比較しました。上に行くほど、火力期待値が高いです。キリギリが1位なのは当然ですが、バンダンもかなり検討しています。これは、会心系のステータスが確保しやすいからです。星4武器の中では、ダメバフが実質稼げる、高中流銀が1位です。時点で、熟知が稼げる鉄砲の差しです。それに続き、会心率を稼げる黒剣も、鉄砲と同じくらいの期待値が見込めます。それでは、ここまでの総まとめといきましょう。生物は、一番厳選できているもので OK です。さらに火力アップを目指したいなら、地獄の金メッキ4厳選をしましょう。武器は、星5ならキリキリとバンダン。星4なら、田中や鉄砲になります。また、比較表では触れることができませんでしたが、波乱を持たせた、通常特化型で、激化国生をやるのも面白そうです。補足です。金メッキ2と、爆弾2の効果は同じです。熟知、プラス80になります。雷怒りに、金メッキ2の組み合わせもありですね。最後に余談です。ここから生物を厳選するとしたら、今、資料でお見せしている2つの秘境を両方通うことをお勧めします。4セット揃うことができなくても、雷怒りに金メッキ2の組み合わせがまずできるようになると思います。以上、武器と生物の火力期待値比較の解説でした。ここからはシーズン4第2話に入ります。国生と激化の相性がいい理由、ステータスの伸ばし方、パーティーの組み方などを解説していきます。よければこちらもお付き合いください。ここまでのナレーションは私、上里彩香が務めました。旅人さんはどの生物を厳選しようと思いましたか？よければコメントで教えてください。では、またお会いしましょう。我が剣よ、影に従え。はっ！健康よ、世の乱れを切り尽くせ。はっ！はっ！でや！ということで、ここから動画の本編が始まるぞー。もう始まってから8分過ぎてるけど。大丈夫。ワイは動画始まってすぐ、ここまでスキップしたから。前半部分もせっかくだし見ましょうよ。やだー。数字とか見ても意味わからん。そんなマグーくんにはお仕置きが必要ね。超撃化のダメージ計算式を覚えるまで、国生の超撃化でも受けておきなさい。あら、私とまた戦いたくなったのかしら。我が剣よ、影に従え。うほー、気持ちいい。いきなり、すごい部屋に来たけど、ここどこなの？スメール。あ、そうですか。今回は解説することがたくさんあるので、余計な話はそこまでにしてくださいね。では、ほら、超撃化のダメージ計親方に怒られちゃったよ算式を見てみましょう。意味わからないので、帰ってもいいですか？いや、待つんだ、マグーくん。こういうのは、実際に数字を当てはめればいいのよ。お、さすが、DUA 七世。計算とか、得意そう。じゃ、マグーくん。早速、数字を当てはめてみてよ。よし、元素熟知最強中の Y が行くぞー。熟知は1000にするぞ。熟知1000だと、超撃化ボーナスは5485になるわね。ダメバフは 15% あれば十分かな。
会心ダメも、熟知1000もあればそこまで、必要なさそう。150ぐらいかな。じゃあ、基礎ダメージはこっちで設定するわよ。1000にするわね。言い忘れてたけど、雷元素耐性と防御補正は、今回考慮しないことにするわよ。では、計算結果は、18,644よ。じゃあ、続いて私もやってみようかな。ダメバフは80。会心ダメは220。熟知は200あればいいかな。そんな熟知で大丈夫か？では、計算してみるわよ。計算結果は22,187ね。そんな、熟知最強中の Y が、負けただと。計算結果からわかるように、熟知だけ、盛るだけではダメージが伸びないことが分かりました。超撃破のダメージを伸ばすには、ダメバフ、会心ダメ、会心率、元素熟知、この4つのステータスを全て確保する必要があります。一つでも欠けてしまったら、ダメージの伸びは悪くなります。また、敵の元素耐性や防御を下げると、もっとダメージが伸びます。さらに、キャラのレベルを90にする必要もあります。理屈を理解するのは難しいので、先ほど言ったステータスを全て確保することが大切と覚えていただければ大丈夫です。逆に、超撃破のダメージには添付倍率はあまり関係ありません。つまり、添付倍率の低い攻撃が多い、国星には好都合な元素反応なわけですね。続いて、こちらが激化国星の目標ステータスになります。あくまで目安なので、参考程度でよろしくお願いします。続いて、生異物のメインオプションを、時計、はい、冠を熟知に変えてみて、火力期待値を計算してみました。結果をまとめたのが、今お見せしている比較表になります。国星の仮想ステータスは、動画の前半で解説したものと同じです。結果としては、時計は攻撃、はいは雷バフ、冠は会心率にするのが、一番ダメージが高かったです。ただ、時計に関しては、熟知に変えても、さほど変わりませんでした。熟知時計も選択肢に入りそうですね。また、攻撃時計の方がダメージが高い理由についても、ご説明します。超撃破は毎回起きるわけではなく、普通のダメージの時は、もちろん攻撃力が高くないと、ダメージが伸びないからです。なので、攻撃力も必要ということになります。それでは続きまして、激化パーティーは、今までのパーティーより強いのか検証していきたいと思います。今まで一番強かった編成は、カズハ、ベネット、苦情を入れたハイパーキャリーだったね。では、その編成と比較してみましょう。国星さん、今回もよろしくお願いします。あやか、任せなさい。超激化パーティーの方が、強いの？やばすぎわろた。ちょっと待ってください。確かに最大ダメージは、超激化の方が上でしたが、1コンボの火力期待値はこうなります。火力期待値では、ハイパーキャリーの方が強いのね。そうですね。ハイパーキャリーであれば、継続時間内はバフの恩恵を毎回受けられます。しかし、激化パーティーでは、超激化に回数の制限があるため、すべての攻撃にバフの恩恵を受けられるわけではありません。でも激化パーティーも火力を出せることが分かったね。ちなみに、この時のステータスはどんな感じなの？でも、それって、あなたの国星とキリギリが貫突しているからですよね。無課金の人は、雷バフ 200% があって無理ですよ。なんだろう、貫突、自慢するのやめてもらってもいいですか？続きまして、パーティーの組み方を解説していきます。まずは、国星と草元素キャラを入れて、2枠埋めます。次に、超激化ダメージを伸ばせる、バフキャラを1人入れていきます。つまり、雷バフや元素熟知、雷耐性を下げられるキャラになります。となると、カズハやスクロースが当てはまりそうだぞ。では、各バフキャラごとの超激化ダメージを比較してみましょう。こちらが、二突カズハ、無突カズハ、無突スクロース、悠久勝利で比較した表になります。二突カズハが圧倒的な1位でしたね。時点で、
無凸カズハと無凸スクロースが同じくらいでした。また、少し話は逸れてしまいますが、こちらは既存のバフキャラでバフしたダメージと単純な超撃化ダメージで比較した表になります。既存のバフキャラよりは超撃化はダメージが伸びていません。しかし、元素反応だけで比較対象になるのはすごいと思います。また、こちらの資料は先ほどの2つの比較表の結果をまとめたものになります。お時間ある方は一時停止などをして一読してくださいませ。とりあえず、バフ性能が一番高いのはニトツカズハってことね。じゃあ一枠はニトツカズハで、最後の一枠は誰にしようかな。回復がまだいないから、ベネットでも入れておこうかな。いや、炎を入れると、カフカや燃焼が邪魔して、超撃化が起きにくくなるみたいだぞ。じゃあ、ここ見で。いや、水キャラを入れると、超開化が邪魔して、超撃化が起きにくくなるみたいだぞ。じゃあ、雷キャラをもう一人入れようかな。カズハのバフで、恩恵を受けられるのが二人になるし。そうですね。カズハの雷拡散を安定して起こすためにも、裏から継続的に雷元素を付着できるキャラが必要となってきます。そうなると、フィッシュルが一番相性良さそうね。終焉弓も持てますし、激化国性の最高の相方になりそうですね。なんだろう、思ったんだけど、草枠は今後、ヒーラーが来たら変えるとして、草サポーターのコレイと草主人公、現状どっちがいいのかな。正直なところ、2人とも激化国性と相性が良く、育成している方や好きな方で、いいレベルの差だと思っています。ただ、どちらかと決めるのであれば、草主人公になります。草主人公は、元素爆発の範囲が広く、継続時間も長いです。爆発範囲の広さは、国性、カズハ、草主人公、コレイとなっています。草主人公の爆発の範囲が、国性の爆発範囲と重なる部分が大半なので、広範囲で超撃化を起こすことができます。カズハも国性も集団戦に得意なキャラですので、戦闘でうまく噛み合うことが多いです。なるほど。まあ、コレイは終焉弓持てるから、お互いにいいところがありそうね。あとは、回復キャラをちゃんと入れた編成もあるのかな。そうなると、現状、フィッシュルの枠を忍に変えるのが一番無難そうです。では続いて、この2つのパーティーのスキル回し例をご紹介したいと思います。忍を持っている前提で、1つ目のおすすめパーティーになります。国性、フィッシュル、カズハ、草主人公です。草枠は今後回復キャラに変更予定です。それでは、スキル回し例を一つご紹介します。またか。それ風の歌、雲。芽生えよ。はっ、はびこれ。影のカラス。逃がさない。はっ。ディア。そりゃ。せい。はっ。さっ。夜の源源。信頼感度。マイ。そこだ。はっ。雲が借りなく時。陣営のごとく我が剣よ影に従え。2つ目のおすすめパーティーになります。フィッシュルの枠を忍に変更して回復枠を確保しました。それではスキル回し例をご紹介します。行け。風を知れ。せい。そうお道は邪魔をするな。芽生えよ。はびこれ。はっ。渚の凛。陣営のごとく我が剣よ影に従え。はっはあやっディアはあはっディアふんふっやっそれ。はっ。さあしっかり立ってな。はっよい出発。雲が借りなく行け健康よ世の乱れを切り尽くせ。そりゃはあディア。それでは最後に、雷怒り4コンボの解説をしていきます。雷怒り4は、生異物効果で元素スキルのクールタイムが短縮されるため、他の生異物とスキル回しが変わっていきます。早速、比較してみましょう。最初はいつものコンボです。
では、雷怒り4のコンボを見てみましょう。あくまで一例ですので、参考程度でよろしくお願いします。雷怒り4では、雷付与状態が永続的に続くので、キリキリの効果を30にしやすくなりました。これは、相当大きいアドバンテージになります。こういう理由もありまして、雷怒り4セットはかなりおすすめできます。では、まとめに入ります。超撃火と国星が相性いい理由は何だったでしょうか。それは、添付倍率が低くてもダメージが出せる超撃火。そして、倍率が低い攻撃が多い国星。超撃火は国星にとって好都合な元素反応だからでした。超撃火のダメージを伸ばすにはどうしたらよかったのでしょうか。キャラをレベル90まで育成します。そして、会心率、会心ダメバフ、元素熟知をすべて盛ります。敵の元素耐性や防御補正を下げると、さらにダメージが伸びます。また、超撃火が起きていない時のダメージを確保するために、攻撃力もある程度必要です。あと、補足として、会心系とバフのステータスは国星自身で確保。熟知は味方から確保すると、ステータスが整えやすくなります。相性の良いキャラとしては、3人、ご紹介しました。1人目はカズハです。雷バフアップも、雷耐性も下げることができるからです。2突すると、さらに熟知も配れます。2人目はスクロースです。雷耐性を下げながら、熟知も配れるからです。貫突すると雷バフも負けます。3人目はフィッシュルです。雷元素付着性能の高さや、終焉弓を持てることから、雷サブ枠はフィッシュルが一番最適だとご紹介しました。また、おすすめのパーティー構成は、国星、フィッシュルか忍、カズハかスクロース、草枠になります。大変長くなってしまいましたが、これにて動画内の解説は終了となります。この動画を見て新しい知識が増えたなら嬉しい限りです。また、今回動画を制作するにあたり、たくさんの人からご協力いただきました。投稿者一人では内容が多すぎて、とても完成させることは不可能だったため、本当に助かりました。この場を借りてお礼を申し上げます。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、一つでも参考になったことがありましたら、高評価を押していただけると活動の励みになります。また、動画内では取り上げられなかったこともたくさんあるので、この動画を見てわからないことや、投稿者に質問したいことがあれば、お気軽にコメントください。コメント欄にて、一つずつ回答いたします。まあ、返信は遅いけどね。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。私を羨ましが今回使った資料は後日チャンネルのコミュで配布します。そういう大切なことは最